元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野貴彦です。今回は合気道は戦の戦線の戦なのか。ということでですね、今回のテーマは合気道は戦線の戦であるのかというテーマでですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。私はですね、岩間出身なんですね。で、斉藤先生に合気道は、戦の戦でもない、碁の戦でもない合わせであるというふうに習ってたんですよ。で、ところがですね、文系によるとね、さまざまな諸説が出てくるわけですね。これは王先生語録にもそうなんですけれども、いろんな書物であったり、それからネットであったりでね、人からの話であったり聞くとですね、中には、合気道というのは戦線の戦であると、要するに戦の戦よりも早いというね、そういった表現を使っている方も結構いらっしゃる。そして文献にもあるということなんですね。一体どっちが本物なんだよということで、私も悩むことではあるんですけれども、私は王先生に会ったことがないでしょ。それからもう斉藤先生も天国に行かれてるでしょ。聞くことができないわけですよ。諸説、いろんな説があるわけですね。で、これはどういうことなんだろうかということでですね、今回まとめた、自分なりのですね、解釈なんですよ。確かに、戦線の戦だと、言ってる文献もある。昭和33年にですね、合気道という本が出ましてですね、私もそれ持ってるんですけれども、その中の一節があるんです。これ王先生語録で、王先生とインタビュアーがいましてね、で木曽丸先生もいて、三者による対談の模様がですね記されてるんですよ。でその中にインタビュアーが王先生に、では合気道は碁の戦なんですねという、そういった問いかけがあるんです。これに対して王先生はどう言ったかというと、いやとんでもないと、戦の戦とか碁の戦とかそういう問題じゃないんだって言ってるんですね。じゃあどういう問題なんだというところはですね記されてないんですよ。ということはね、いろんな解釈があるというか、王先生もその場に応じてですね、考え方が変わったのかもしれないし、表現方法がたまたま変わってるだけなのかもしれないですね。じゃあどういうことなのかなというふうに、私も、この探りながらですね考察をしていったわけなんですよ。皇帝の一人に引土道夫先生という方がいらっしゃる。この方は合気道は戦の戦線の戦だと、とにかく速いんだ、王の技は速いんだというふうに連呼されているわけですね。これはネットでも出てるんですよ。でちなみにですね、引土先生であったり、大阪のですね書道で有名なですね安倍先生、この方も10段なんですが、実はね合気会には認定されてないんですよ。自称10段ということになってるんですが、合気会から認定されているということで言うとですね、東平光一先生だけが10段なんですね。これ余談なんでどうでもいいことなんですけど、どうでもいいなんて言ったらね語弊があるんですけども、一つ知識としてね覚えていただければというふうに思ってます。認定されてなくてもね10段というのは本当素晴らしいことなんで、安倍先生においても引土先生においてもですね素晴らしい先生でありますんで、またね折に触れて、引土先生またご紹介してないかもしれませんのでね、折に触れてまたご紹介をしていきたいと思ってます。本題に戻りますね。ではですね、碁の戦とか戦の戦とか、対の戦っていうのもあるんですね。それから戦線の戦って一体何だということなんですよ。これをね私なりにちょっとまとめてみました。まずね、戦の戦というのはまず相手の心を読むわけですよ。相手の心を読んで、相手が仕掛けてくる前にもう制するというのが、これは戦の戦ですね。戦の戦、要するに相手の心を読まなきゃならないっていう部分ですよ。これ非常に難しいんですね。相手の心が読めればこんな簡単なことはないんですけれども、言うは易し、行うはがたしでですね非常に難しいわけですね。これをやっていくのが修行でございます。ですから、戦の戦というのはまず相手の心を読んで、相手が打つ気に合わせるってことですね。私も前誘いというテーマでですね一本動画を作らせていただいたんですけれども、そこでも話しているようにですね、相手の気を読んで相手の気に合わせるから、相手が打ってくる前に我より攻撃なんですよ。
合気道は攻撃であると斉藤先生も言ってらっしゃるし、王先生にも言ってらっしゃる。ところがですね、昭和33年のこの合気道の中には、ね、合気道は、攻撃は線路だと、そんなフレーズもあるんですよ。一体王先生どっちが本物なんやんって、どっちが本当なんだいって言いたくなるようなフレーズがあるんですが、このあたりもまた考察をしていきたいと思います。斉藤先生はね、合気道は攻撃であると。だから我より攻撃する。これ王先生の口伝なんですよ。我より攻撃する。両手及び両足を同時に使用する。地上に収うるとき、腕と胴体直角だらしめること家業なり。これ一挙です。一挙一箇条です。この口伝なんですね。我より攻撃する。両手及び両足を同時に使用するんですよ、合気道というのはね。こういったフレーズがありますので、それもですね、また覚えていただきたいなというふうに思っています。ですから線の線というのは相手のまず心を読むということが前提となります。さて、では今度は語の線というのは何か。これね、2つ解釈があるんですよ。例えばボクシングでいうようなカウンター、これも語の線として捉えてます。そしてもう一つは、これがね一般的にですね多いかなというふうに思うんですけれども、大相撲においての語の線です。つまり立ち合い一瞬遅らせていくんですね。遅らせて立ち上がったんですが、ぶつかり合った時にはもう先手を取ってるってことです。これは、双葉山、第35代横綱の双葉山がですね69連勝しました。彼はその技術を身につけてですね69連勝なんです。ですから相手をしっかり受け止めた後、その後にもう先手を取って、戦っている。相撲を取ってたということなんですね。横綱というのは相手をしっかり受け止めるのが横綱相撲であるというね、そういった話もあるぐらい相手の完全に受け止めましてですね、そこから展開していったということなんですね。一瞬双葉山の部位を見ると確かに立ち遅れているように見えるんですが、もう下からすくっとこう、すくい上げるような感じですよね。そしてしっかりと回しを取って自分盤石の右四つからですね、投げに行ったり釣っていったり寄っていったり押していったり、そういった相撲を取ってました。これがね語の線、一般的に言われていってもね、この後者の方、双葉山のですねこの語の線じゃないかなというふうに思います。これをね白鵬関が目指したんですね。目指したんですけど、やはり到達することはちょっとできなかったみたいですね。非常にこちらもですね難しい技術なんですよ。一歩間違うと寄り切られたり押されたりしますでしょ。ですから、これも非常にね技術的には難しい。で対の線ってなんですよ。対の線っていうのがありまして、これはねお互いに、攻めると言いますかね、同時に攻めるんですよ。攻撃をするんですよ。同時に攻撃をするんですけれども、相手よりも一瞬早く制していくというのがこれ対の線ということになりまして、これはね相手の動きに合わせますから、一歩間違うとやられちゃうということで、5の線とか線の線かな、線の線よりもちょっと遅いんじゃないかなというふうに思うんですね。相手の気に合わせるのに対して相手の動きに合わせますから、ちょっと遅いかなというのがこれ対の線ということになりますね。同時に攻撃して、一瞬早く抑えるということなんで、一歩間違うとやられちゃうというのが対の線ではなかろうかなというふうに思っています。さて今回本題であります、線の線なんですが、これはですね、引土先生の言葉を借りると、とにかく一番早いと。線の線よりも早いと。要するに、相手の心を一瞬で読み取っていくと。ここには眼力も必要だし体制も必要なんですよ。こういったものを全部駆使してですね、やっていく。要するに線の線よりも早く相手の心を察知して、そして相手が打つ気を利用しながらですね一瞬にして抑えてしまう、そして引き倒してしまう、すり上げてしまう、攻撃をしてしまう、制してしまう、これがね線の線ということです。引土先生は王先生の技はとにかく早かったというふうに連呼されていらっしゃいますんでね、本当に早かったんじゃないかなというふうに思います。私は実際は見たことないです。 V で見てますね。1935年のね朝日新聞主催のその演舞会が、私はね一番その王先生を語るにおいてですね、よく使わせていただいているというか参考にしている V なんですよね。本当に52歳で元気な頃の王先生なんですが、確かに早いですよ。確かに動きは早い。これはね線の線を使っていったのかななんていうふうにも思うんですけれども、斉藤先生曰くやはりね真剣勝負は
実戦は本当一瞬なんですって。これもうすれ違いざまにも決まってしまうというぐらい早いんです。前も話した通り、実戦において2撃3撃は私はありえないと思ってますね。一撃で仕留めるつもりでいかないとね、やはり自分の身が危ないわけですよ。それだけね、合気道の技というのは一瞬で決まる、要するに実戦というのは一瞬で決まりますよということになるわけですね。ですから当て身が 99% なんていう、そういった話も出てくるわけなんですよね。これが先線の線です。ということでね、線の線よりも速い先線の線を使っているのが合気道であるという、そういった説もあるんですね。要するに相手の気を読むことが大事。これが難しいんですよね。これができていたら私も今頃達人になっているんですが、まだまだでございますね。まだまだなんですよ。で、その先線の線、じゃあね、この相手の心を読むためにはどうしたらいいの？これが一番のテーマじゃないですか。これがね、できれば本当に無敵になれると思うんですね。国井前夜さんなんかそうですよ。あの方は相手の心を読むのが非常にうまかったんですね。で、国井前夜さんどうやってたかというと、国井前夜さんは入門した時にですね、師匠につくわけですね。で、師匠があれ持ってこい、でこれ持ってこいって言うんですよ。で、言われた方はあれって何だろうって聞きたいじゃないですか。当時はですね、そんな風潮がなくて、そんなことを聞き返すもんだったらですね、ぶっ飛ばされるわけですよ。ですから、国井前夜先生はですね、その時に師匠に言われたことを自分なりに解釈をして、すぐに対応すると。あれ持ってこい、あ、これだなと。で、そういう中で相手の心をこう読むというね、訓練を自然としていったんですね。ですから相手の心が見えるようになったというふうにも言われているわけです。ですから、皆さんも日常生活の中でですね、できると思います。例えばお子さんが何かやろうとしている、奥さんが何かやろうとしている、旦那さんが何かやろうとしていることを、あらかじめ察知して用意してあげるとか、会社におきましては上司が言わんとしているところをいち早く察知して行動に移す。これもですね、相手の心を読むというトレーニングになると思います。日常生活でもできるんですよね。あとはちょっといくつかこれご紹介をさせていただきたいと思います。これもね、文献であったり V であったりですね、それから人から聞いた話なんですよ。これをね、私ができるできない別にしてね、ご紹介をしていきたいと思います。例えばですね、体の変更がありますよね。体の変更って手首取りますよね。体の変更ですが気の流れでやっていくんですけども、そこにおきまして相手がですね、掴む前にですね、それを察知して転換をしていくと、いうことですよね。ですからただ単に、稽古として、転換するだけではなくて、ここでも大切なのは相手の気を読むということですよ。相手の気を読むということ、これをベースに練習をする、稽古をするということですね。ですから、稽古は実践のごとく、実践は稽古のごとくという言葉が出てくるわけですよ。いつでも真剣にやるんですよ。当然皆さんも真剣にやっていると思いますが、ここではね、今度は相手の心を読むんだという気持ちで、体の変更、気の流れをやっていく。取られたらすぐパッと転換をしますでしょ。パッと転換をする。その時に、相手が打ってくるんだな、掴んでくるんだなっていう気を読むということですよ。例えばさ、胸取りとか肩取りとか片手取りというのが合気道の中にもあるじゃないですか。その時も、ただ単に掴ませるだけではなくてね、例えばさばくですよね。肩を取ってからさばく、胸を取ってからさばく。この時に、対面でやりますでしょ。対面でやりますよね。この時にですね、必ず相手の気に合わせる、相手の気を読むですね。気を読む、ということをね、頭に入れて稽古をするわけですよ。で、相手掴む側の方も、たまにね、フェイントをかけてあげるんです。掴もうとするのを止めてしまう。そこに対応できるようにするわけですよ。対応できるようにする。掴もうとする動作を一瞬やめてしまう。で、そこで体勢が動くということは、それは相手の気に合わせてるんじゃなくて、相手の動作に合わせてるっていうことでしょ。そうではなくて、相手の気を読むトレーニングをするってことですよ。これを稽古の中で胸取りとか肩取り、これもランダムにやるんですね。片手を取りに行くのか、胸を取りに行くのか、肩を取りに行くのか、ランダムにやる。その最中の中で相手の気を読むということをやっていくわけですね。例えば胸を取りに来るのかな、肩を取りに来るのかな、パンチで来るのかな、それとも腕を取りに来るのかなということを想定しながら動くってことですよ。これをやっていく。これを稽古の中でやっていく。あとはね、鏡の法則って言いますかね。鏡。これもね、対面でやるんですって。対面でやる。相手が動きに合わせるということです。例えば手を上げたら、こっちも手を上げる。ね。相手が、右手を上げたら、こっちは左じゃないですか。ね。で、左手を上げる。同じように動作をするんですって。
これね、非常に面白いと思いました。で、これもやっていくといいと思います。最初のうちはね、とてもじゃないけど、ついていきません。やっていくうちにですね、少しずつついていきます。これ私もやってるんですけどもね、ちょっと合間合間に。最初は全然できませんでしたよ。ね、なんてなってるんですが、回数を重ねるごとにですね、だんだんついていけるようになります。そのうちで読めてくるんですって。まだまだその域ではないんですが、こういう練習方法もあります。さらにですね、皆さん手をねこう出していただいて握るんですよ。小指から握って親指だけ出しておく。これをですね動体視力で、顔はね動かさずにですね目だけで見るんですよ。目だけで見る。要するにね動体視力のトレーニング、これをねパッ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 パってやっていくんですね。これもね非常にいいトレーニングらしいですよ。これをやっていく。でね、私はボクシングやってたでしょ。ボクシングやってパンチングボールってあるんですよ。よくねテレビでもやってると思いますね。パカン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 、あれパンチングボールって言うんですよ。あれはねリズム感を養うとともに動体視力を養うトレーニングでもあるんですよ。あれやるといいですよね。今ねアマゾンでも売ってますから、これ買ってねこの練習をするというのもね非常にいいトレーニングになると思うんですよ。私はねあれやるのが好きでね、ボクシングやってる時にあれ本当にボクサーらしいじゃないですか。あれ難しいんですよ。結構リズムどんどん空振りになっちゃう。でも最初のうちはゆっくりですよ。パカン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 ってだから今度は1回です。バーンパカ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 ンってだんだん速くなるんですよ。でリズム感もついてくるし動体視力のトレーニングもなるんで、こういったこともですね合わせてやっていくと非常にですね相手の気も読めるし、そしてまた動体視力もアップできるんで、相手のその気を読みながらね、一歩早く入っていけるというね、そんなトレーニングになるんじゃないかなというふうに思います。せっかく稽古してますから、稽古の最中で、やっていくのもよし、また稽古が終わってからですねそれだけのトレーニングをするということでもいいでしょうし、とにかく動くのがこの場合はテーマではなくて、相手の気を読む、相手を気を読むために掴ませるトレーニングね、掴ませる、そしてそれをさばいていく。で掴む方はフェイントを入れながらね、ちょっと一旦やめてみて相手が動かないか。要するに無駄な動きというのは排除していっていいんですよ。相手が来る無駄な動きはこれはいらないなというんであればね、そこを排除できるようなトレーニングもなりますから、眼力を鍛える、そして体勢を整える、こういった点にもですね非常に役立つんじゃないかなと思います。ただ本当に難しいんでね時間はかかると思いますけれども、ぜひねやっていただきたいし、私もやっていこうと思ってます。今回は合気道は戦線の線であるのかというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー